久しぶりになってしまいました。皆さんお元気でしょうか？一旦私がなんで坊主になってるかっていうのは一旦置いといてですね、これは次の動画で説明したいと思います。今日はとりあえず久しぶりにメイク動画を紹介したいと思っています。名付けてイケメンになろうボーイズメイク徹底解説。それではレッツスタート。それではまずは土台を作っていきます。めっちゃ寝癖すごい。まず最初にカラコンを入れます。カラコンはじゃじゃん、なんとイエローです。クオリテワンデーのベーシックイエローグリーンです。直径は 14.5mm。 このカラコンすごい発色良くて、やっぱワンデーの方が清潔だし持ち運びも楽だし価格も安いのでいろいろ比べて買いやすいかなっていうのがあって、私は基本新しいカラコン買うときはワンデーから試しています。ちょっと私お正月だいぶ伸びちゃってここ人差し指今ないんですけど、ほんとごめんなさい、汚くてカラコンの色だけ見せたいので失礼します。おお、つけました。色めっちゃすごくないですか？ちょっとまだイケメンには遠いのでここからベースを塗っていきたいと思います。ベースで使うのはいつものこれです。 CC クリームを顔全体に伸ばしていきます。この時顔の中心から外側に向かって伸ばしていくと塗りすぎたり余ったりせずにまんべんなく塗っていくことができます。ちょっとここニキビが今なんかブツブツってなっちゃってって感じなので、あんまり肌が荒れてるところには基本塗らないです。この辺は髪の毛とかで隠れるかなって感じなので、こうちょっと見えそうな眉毛の際とか、あとは眉間の間とかを重点的に塗っていきます。はい、こんな感じです。CC が塗れたら次はコンシーラーを塗っていきます。使うのはこちらです。これ最近私が試しに買ってみてすごく良かったのでヘビロテしてるんですが、ちょっと色濃いめなんですよ。だけどこれすごいカバー力も高いし UV カットも入ってるので、キャンメイクですごい安いプチプラコスメにしてはかなり役立つかなと思っておすすめです。塗る箇所は涙袋の下、クマや影になってるところ、小鼻、それから唇の際、あと眉毛の際、剃った跡とか抜いた跡があるところを隠していくのと、あと眉間ですね。ここをフラットにすると後からハイライトとローライトで凹凸をつけやすくなるので、まずはコンシーラーで叩いてマットに仕上げていきます。はい、こんな感じです。そしたら今度は別の色のコンシーラーを塗っていきます。とにかくボーイズメイクの時はあまりカラーを入れたりとか、あとはなんかキラキラつけたりとかつけまつけたりとかしない分、ベースがすごく大事になってくるので、いろんなカラーのベースを使って男の子なんでなるべくシュッと見えるように心がけていきたいと思っています。はい、使うのはこちらです。これを鼻筋に入れていきます。あと眉毛ね、ここ T ゾーンと、あと顎に入れてみます。ちょっと高さが出たかなと思います。ここまで来たら最後のベースの仕上げでパウダーをはたいていきます。パウダーはあんまり塗りすぎないことがポイントなので、なんか手の甲とかこういうところでちょっとはたいてから軽くベースのベタつきを押さえる感じで上から塗っていきます。こうやってね、軽くはたいてトッ
特にこの鼻の際とか、あとは目の内まぶたの際なんかまんべんなく塗っていかないと後から下のベースがよれてシワになってしまうので、そういうところに気をつけながら塗ってみてください。ここまでできたら今度はウィッグをかぶっていきます。ウィッグをかぶる前に大事なのはネットです。こんな感じですそしてここで男装メイクの裏技なんですけど、なんだかわかりますかね。中身がこういう風に透明なテープになっていて、これを顔に貼ることで皮膚をつり上げて男性特有の顔の骨の出っ張りを表現するためになんかレイヤーさんがよくやってるのをお見かけしたので、全然顔の形が変わるのでちょっと見てみてほしいです。でまず貼るのは自分の口角から上がっていってもみあげまでの手前ぐらい、ここから貼って引っ張って頭の後ろまでいきます。こんな感じで貼りました。この時点でもうここのラインが綺麗じゃないですか。そう、女の子ってどうしても全体的にふっくらしてるので、もちろん顔もちょっと丸めなんですけど、男の人ってこの顎がシュッと出てるタイプの人が多いので、それに近づけるために多分みんなこれ貼ってるんだと思います。あんまり長すぎるとウィッグから見えちゃうので、それ気をつけながら貼っていってください。反対側も貼っていきます。今度はここですね、ちょうどエラの下のところから貼っていきます。もう全然違いますね。このだいぶ顎のラインがすっきり見えてきたと思います。必要によってはもっとなんか箇所貼ってもいいと思うんですけど、私の場合4箇所で十分かなと思うので、とりあえず4箇所貼っていきます。すごいていうかめっちゃこの姿滑稽なんで早くウィッグかぶりたいと思います。ブランドはエアリーのマーリーピンクという種類です。前髪確認して、前髪をまず自分の額に合わせで、横ね、耳の横がちょっと出っ張ってるので、それで位置を合わせて、でおでこ固定しながら後ろに引っ張っていくとうまくかぶれます。はい、とりあえず髪の毛なんとなくセットしてこんな感じになりましたなんかまだ喋らなければイケメンって感じですかね。そんなことないですごめんなさい。はい、続けていきたいと思います。さて、最終的な髪型はこんな感じって決まったので、この髪型に合わせてどんどんメイクを進めていきます。次に使うのはこちら。使うカラーはこちらのパールがかったスタンダードのブラウンです。アイホール全体に薄く伸ばしていきます。ポイントは目頭よりも目尻側を重点的に塗っていくことですかね。ちょっと前髪が邪魔なので一旦止めさせてください。はい、次に使うのはこちら、オレンジがかった赤です。カラーを指先に取り、狙いを定めて自分の目の1/3の地点から目尻まで、目をつぶった時の二重幅の半分ぐらいの幅でカラーを置いていきます。この時塗りすぎないように塗る範囲の真ん中から広げていくのがポイントです。同じように反対側も塗っていきます。こんな感じです。次にこちらの明るめの赤茶を塗っていきます。今度はオレンジの上を沿うようにグラデーションを作って二重幅を塗りつぶします。目尻はアイホールに沿って外側半分ほど影をつけて目を強調します。はい、こんな感じです。
シャドウが塗れたら今度はアイラインを塗っていきます。目頭を5ミリほど開けて大まかな当たり線を引いていきます。目尻を8ミリくらいはみ出して下げ、後から隙間や際を埋めていきます。上が引けたら今度は目尻からつなげて下のラインを引いていきます。中心に向かって細く描いていくと自然です。はい、こんな感じです。今度は眉間にローライトを入れていきます。使うのはこれです。この濃い色を筆に取って、でつきすぎてしまうのでかなり手で落としていき、かすかにつくぐらいのところで自分の鼻筋、一直線の鼻筋を縁取るように眉毛とちょっと隙間を空けたとこから2センチぐらい、はい。そしてここからこれ曲がって自分の眉毛とまぶたの間を割るような感じで黒目の手前ぐらいまで引いていきました。これやるとかなり目鼻くっきりするんで、こうやって薄く描いたら指でちょっとずつ鼻に沿って伸ばしていきます。今度は同じ色をまた手に取って目尻の二重幅よりも5ミリぐらい上のところですねにアイホールに沿って線を入れていきます。この時二重じゃない人も自分のアイラインから約8ミリから1センチぐらいのところにこうやってアイホールの線を引いていくとすごく綺麗に仕上がると思います。引いたらまた指でぼかしてなじませていきます。はい。こんな感じです。だんだんイケメンに近づいてきました。次にハイライトを入れていきます。まずは指先にパウダーを取り、細く鼻筋を通って鼻の頭まで塗っていきます。次に眉尻を重点的に T ゾーン、そして今回は顎先にも広めにハイライトを入れて骨を強調させていきます。あとはちょっと粉多めに取って手の甲でまたなじませてから指全体にこんな風にパウダーをつけて頬骨の高いところを外側に向かって一撫でするとすごくツヤがあって綺麗な肌に仕上がります。いっぱい取ってなじませて広げて高いところから一撫でです。はい、こんな感じでハイライト入れてきました。ここまで来たらマスカラ塗ってきます。使うのはこちらです。これを薄くなでるように塗っていきます。
こんな感じで塗れました。乾かしていって下まつげとか伸びすぎたなと思ったらこう先をむしってください。そしたら濃さはちょうどよくて長さは短めっていう理想的なまつげに仕上がると思います。はい、こんな感じで目は完成です。さあここから前髪を下ろしまして、で最終的に私 N 字バングにする予定なので、この髪に合わせて眉毛を描いていきます。はい、眉毛描いていきます。使うのはこれです。これ片方がこういう風にシャドウチップがついてて、でもう片方は薄付きの筆になってるんですよ。色もかなり何の髪色にも合うので超重宝してます。これすごい優秀です。派手髪の子におすすめ。まずはシャドウチップの方で眉毛を描いていきます。まあほぼ当たりをつける感じなので、この辺までは確実に眉毛欲しいなみたいなところを塗っていきます。この時女の子メイクと違い、目頭をきっちり描くと目力がぐっと上がってキリッとした印象に仕上がります。今度はリキッドの方で描いていきます。結構ピン眉がかっこいいかなとこれ好みなんですけど、ピン眉がかっこいいかなと思ってるので、私は眉毛下げずにそのままピンと短めに上げて描いていきます。当たり線で引いたところを囲っていくようにシュッシュッと筆を動かしながら描いていくと綺麗な眉毛に仕上がります。これで眉毛は完成です。アイメイクは特に前髪とのバランスが大事なので整えながら見ていきます。はい、ここまでできたんで今度はチークの代わりに目の下に、アクセントで赤を入れていきたいと思います。使うのはさっきシャドウに使ったのと同じオレンジ目の赤です。こんな風にチップに取りまして、どのぐらいかな、頬骨の高いところあたりにちょっとアクセントでこんな風に入れてみました。なんか男装メイクでググるとこのポイントカラー入れてる人結構多くて、アイラインと同じ黒の色でシュッて引いたりとか、あとは赤で引いたりとかしてて、個人的にはガーリーメイクでいうチークみたいな感じかなと解釈したので、はい、こんな風に入れてみました。もちろんない方がいいと思う人はそのままで結構です。こんな感じで最後押し上げでリップを塗っていきます。リップは最初にコンシーラーで色消し気味なので、コンシーラーを塗ってリップの上からこちらを塗っていきます。これなんかこういう感じ、赤なんですけど実際に塗るとほぼ透明色なのでほんのり色がついてるかなみたいな、これナチュラルメイクの人が超おすすめです。油してないグロスなのでさらっと塗ることができます。これを上から塗って完成です。完成しました。はい、というわけでクラちゃん流かっこよくなれるボーイズメイクが完成しました。いかがでしょうか。だいぶもう輪郭から作ってるのでかなりシュッとしたんじゃないかなと思います。まさかこんなピンクの髪の男性は全然イケメンではないという方は、こんな風にモノクロにしたらだいぶはい、そんな感じで、これはあくまで私の思うかっこいいボーイズメイクなので、好みによって髪の色金とか黒とか茶色とかグレーとかしていただいて大丈夫です。なんか好きな感じで自分でもやってみてください。はい、そんな感じでこの動画面白いなと思ったらいいね、高評価ボタンをお願いいたします。すごくマイペースで申し訳ないんですけれども、今年もぼちぼち更新していこうと思うのでぜひよろしくお願いいたします。それではまたねー。